こんばんは、はるけです。今回は激アツな SBC が来たので紹介をしていきたいなと思います。セリア TOTS の2日目に、またですね、ESBC が来てます。チーム編成チャレンジを見ていくとですね、来てますよ。いいのが来てます。ショーダウンコレア対フォーデンということで、マンチェスターシティ、そしてインテルからですね、両者が来たという風なことになります。で、こちら対象の試合としてはですね、チャンピオンズリーグの決勝です。6月の10日に行われる決勝で、勝てばプラス2という風な、カードになってますね。期限としては1週間ぐらいあるので、めちゃくちゃね、焦って作るっていう必要はないかもしれないんですけど、ショーダウンということでですね、どちらを作るべきかどうか、あとはそもそも2人とも作る価値あるのかどうかっていう風なところも話をしていきたいなという風に思います。まずはちょっとこれやから、見ていきたいなと思うんですけど、SBC の価格はですね、こちら2つで36万ぐらいで、作ることができます。36万で、作れます。ちょっと、高いなって思う方も、多いんじゃないかなというふうに思いますね。で、能力的にはですね、この選手、コレアはですね、一つ大きいアップグレで、スキルが5に変更をされてます。前線の選手としてね、もちろん S でね、スキルが5になってる選手っていうのは多くいるんですけど、コレアもそれと同じような形で、ショーダウンのカードはスキル5という風なことになってます。でですね、やっぱりこの選手は高身長です。189センチっていう、身長の高さ、そしてフィジカルもあって、スピードもある程度あってという風な選手にはなるので、さらにスキル5もついてるので、本当にカントナだったりとか、ラッシュ、ロナウドのような感じで、でかいんだけれども、スピードがありつつスキルも使えるという風な選手になりました。やっぱりそこが一つね、大きいポイントかなっていうのは、思います。で、さらにですね、シュートも、打てるようになりました。冷静さはね、今の現環境だとちょっと、物足りない、感じはするんですけど、それでも、普通に決めてくれるような決定力っていうのはあるなというふうに感じますね。で、パスもうまいです。視野が95で、ショートパス91っていうのは、非常に ST の選手、前線の選手としては高い、数字にはなるので、パスも普通にうまくて、スルーパスも出せるという風な選手になりますね。で、やっぱりドリブルに関しては、ちょっと不安なところではあるんですけど、それでもやっぱり敏捷性だったりとか、あとはドリブルの、数値っていうのも非常に高いので、全然、個人的には扱えるようなレベルにはなるかなというふうに思いますね。それこそ、昨日来たインテルのルカクだったりとかと比べると全然コレアの方が、操作がしやすい、っていう風な選手にはなるなという風に感じますね。ドリブルの使用感だけで言うと。なんで基本的にはやっぱり能力高くて、強い選手であるっていうことには間違いないですし、プラス2をされれば、非常にやっぱり優秀な選手として、出てくるかなという風に感じますね。こっから普通にプラス2されたらめっちゃ強くなるんで、ちょっとそこは楽しみなポイントかなっていうのは思いますね。冷静さがもうちょっと高ければっていうようなところは、正直、思うんですけれども、それ以外は、ほぼほぼ完璧かな。さらにプラス2をされれば、めちゃくちゃ楽しみな、選手になるなという風な印象ですね。で、そして、フォーデンです。フォーデンはですね、SBC としてはですね、価格としては85と、88と、そして89、90と、この4つでですね、合わせて67万ぐらいで、作ることができます。なので、これ倍かな、っていう風に思ってもらえればいいと思います。非常に値段は高いと思いますね。その67万っていう風なところは高い、そういう風に感じます。で、そして能力見ていきたいんですけど、フォーデンに関してはですね、逆足が3から4に、なってます。で、44という風なことですね。リークの動画でも話はしていた通り、スキル5には実際ならなかったですね。44っていうようなところは少し残念なポイント、ではあるんですけれども、この選手非常にドリブルがめちゃくちゃしやすい、選手になりますね。敏捷性、バランス、だったりドリブルの数値も非常に高くですね、持ちやすい、選手になります。この選手特徴としては一つドリブルのところが、あるという風なことと、あとはパスも非常にうまいです。キャムの選手としてでも使えるような、レベルで、
まあ明らかにこうパスも上手くて、細かいタッチとかも非常にできるという風な選手ですね。で、かつやっぱりシュートだったりとか、まあペースだったりとか、まあ前線の選手としてはですね、まあ大事な、ポイントにはなってくるんですけど、そこも、こう非常にまあ能力が上がってですね、特にシュートに関しては、まあ、しっかり決めきってくれる。レーザーも高いんで、決めきれるような力っていうのはあるっていう風に感じますね。で、ペースもですね、まあ、ST として使うっていうのだったらちょっと遅いかもしれないんですけど、まあ、2列目から飛び出していくっていう風な、ところでいくと全然スピードはあるなという風に思いますね。フィジカルは少し不安な、ところでですね、まあ、結構体負けしてしまうような、シーンっていうのはあるんじゃないかなというふうに思いますね。で、やっぱりそこのフィジカルの部分だったりとかが弱いので、そこが、まあ、あまり気にはならないようにするために、やっぱりスキルが5あった方が、個人的には良かったなっていうのは思いますね。で、まあ、この選手、まあ、ST ができるとかっていうのもね、ないので、ちょっとこう、なかなか左サイドが埋まってる方だったら、ちょっと難しいのかな。スカットに入れ込むのも難しいのかなっていうのは思いますし、まあ、フォーデンに関しては本当に4-4で止まってしまったっていう風な、こと、そして67万という値段の高さ、っていうのを考えた場合にはですね、ちょっと厳しいなっていうのは、正直思いますね。もちろん能力非常に高くて、使用感もいいような選手ではあるんですけど、実際プラス2をされたとしてもですね、強いですよ。強いんですけど、まあ、代わりはいてしまうかなっていうのは、思ってしまいますね。正直。なんで、まあ、フォーデンに関してはそこまで作る必要性っていうのは、あまり感じないかなっていうのは思いますね。で、コレアに関しては、まあもちろんコレアも36万っていうのは実際こう値段がね、安いっていう風な金額ではないんですけど、もし作るんだったらコレアの方かなっていうのも思いつつですね。ですけどやっぱりシティの方がかなり優勢だと思うんですよね。CL 決勝っていう風な、まあことで、こうシティの、まあ今シーズンの完成度っていうようなところから行くとですね、ちょっとこう、軍配が上がりそうなんは、ちょっとシティかなっていう風にも思ったりはするので、もしインテルが負けてしまうと、まあコレアはあのまま、能力が上がらないっていうようなことにはなるので、そのところでちょっと非常に難しい、ショーダウンではあるんですけど、どちらか作るっていう風になったら、個人的にはコレアの方かなっていうのは思います。ですけど、まあ結論としては、やっぱり先ほどのね、言ったこう、シティが勝ちそうなところで、まあ、あとは、コレアもコレアでね、実際ちょっと高いんで、36万っていう値段自体はね。なんで、なんかそこまでどちらも無理して作る必要性っていうのはあまり感じないのかなっていうのは思います。コレアもプラス2をされても高いと思います。36万は。で、4でなんかもう本当にまあ論外レベルでちょっと高いんで、値段設定が本当に残念やなっていうのは、思いますし、44っていうのとこもちょっと残念ですし、どちらかを作るんだったらコレアだと思いますし、アップグレードされたら非常にコレア、強くなる選手ではあるんですけど、やっぱりシティがね、ちょっとこう優勢な中で、まあフォーデンを作るっていうのはあまり自分はないので、まあ一番安牌なのは、正直どちらもスルーかなという風な、ところですね。これからのまあ TOTS まだアルティメットもありますし、そういうところで強い選手の SBC を作るための素材確保、としてちょっと今はまあ我慢しておくっていうのが一番まあリスクとしては低いのかなっていうのは思いますね。もちろんインテルが好き、シティが好きっていう風なところで買ってほしいっていう風なね、願掛けで作るっていうのはいいと思います。愛がある方に対しては別にもう何もないんで、愛はもう全てに勝つんで。なんで、そんな方に関しては全然作ってもいいと思いますけれども、まあこの SBC 来たな、どうしようかなって思ってる方は、まあ個人的にはちょっとこの動画を見て考えてみてもらってもいいのかなっていうのは思います。なんでまあ作るかどうか、迷ってる方、悩んでる方は少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。